ユリシーズ完全解読の旅。世界で最も難解で愛された一日の物語。文学史上最も巨大なと、そして最も多くの読者が途中で登頂を諦める山。それがジェームズ・ジョイスのユリシーズです。20世紀最高の小説という輝かしい称号を持ちながら難解すぎて読めないと恐れられている作品でもあります。しかしその難解さの壁を一度乗り越えた先には見たこともない絶景が広がっています。人間の滑稽さ、悲しさ、オダク、そして輝き、全てが詰まった宝箱なのです。今日はこの迷宮の歩き方を徹底的に解説していきましょう。この物語のあらすじ自体は驚くほど単純です。1904年6月16日のダブリン、冴えない中年男レオポルド・ブルームが朝8時に起きて朝食を作り、街を歩き、葬儀に出て、仕事をし、酒場で論争し、夜の街をうろつい、深夜に家に帰って寝る。たったそれだけの一日です。戦争も起きなければ殺人事件も解決されません。しかしジョイスにとって一人の人間の平凡な一日は古代の女子誌に匹敵する壮大なドラマなのです。なぜたった一日の話が1000ページ近い大長編になるのか。それはジョイスが人間の意識そのものを完全再現しようとしたからです。私たちの頭の中を覗いてみれば思考は決して整然としていません。目の前の景色を見ながら昨日の夕飯の味を思い出し、通り過ぎた美女に目を奪われ借金の心配をする。論理的ではなく断片的で混沌とした情報の本流。この手法こそが有名な意識の流れです。従来の小説は彼は悲しかったと要約します。しかしジョイスは要約しません。脳内を流れる生のデータ、言葉にならないイメージの連鎖をそのまま文字に叩きつけたのです。だからこそ読むというより他人の脳神経にジャックインするような生々しい体験となります。作品の構造には壮大なパロディが隠されています。タイトルユリシーズとはギリシャ神話の英雄オデュッセウスのラテン語名です。ホメロスのオデュッセイアの物語を現代のダブリンに置き換えているのです。神話の英雄は地中海を旅しますが、現代の英雄は路地裏を旅します。人食い巨人との戦いは偏屈な国粋主義者との口論へ、魔女キルケの誘惑は売春宿のマダムとの遭遇へ、卑近な日常の中に神話的な元方を見出す試みなのです。さらにジョイスは各章に身体器官を割り当てました。第4章は腎臓、第7章は肺、第8章は食道といった具合です。つまりこの小説全体で一人の巨大な人間を形成しているのです。都市が呼吸し、食べ、排泄し、愛するダブリンという街を一つの生命体として描くための緻密な設計図が存在します。物語は3部構成になっています。第1部はテレマキア。主人公は若き詩人スティーブン・リーダラスです。彼はジョイス自身の分身であり、知性と芸術の象徴です。亡き母への祈りを拒んだことで激しい良心の呵責に苛まれ、同居人ともうまくいかず居場所を求めて朝の街へうろついてます。彼は精神的な父親を探しているのです。彼の思考は抽象的で哲学的、非常に難解なモノローグが続きます。第2部オデュッセイアで真の主人公レオポルド・ブルームが登場します。38歳の広告取り。彼はスティーブンとは対照的です。思考は具体的で肉体的。朝食に豚の腎臓を焼き、その尿のような匂いを好みます。猫に牛乳を与え、妻モリーの朝食をベッドへ運びます。彼は知っています。今日の午後、妻が浮気相手とこのベッドで密会すること。それでも彼は家を出ます。対決を避けるように。第6章はハデスでは友人の葬儀に参列します。霊柩車に揺られながら彼は死について、腐敗について、そして幼くして死んだ息子ルディについて思いを馳せます。ブルームには後継者がいません。この喪失感がスティーブンとの出会いを求める重要な伏線となっているのです。物語中盤のハイライト。第12章はサイクロプス。ここでは酒場で市民と呼ばれる男と対立します。排外的なナショナリズムを叫ぶ男に対し、ユダヤ人であるブルームは静かにしかし毅然と反論します。力や憎しみは人生じゃない。じゃあなんだと問われ、彼は答えます。愛だよ。つまり異性の愛だ。嘲笑されながらも
平和と愛を説く彼の姿は滑稽でありながら高潔な英雄です。ジョイスの文体実験は章を追うごとに過激になります。第11章は聖霊編では音楽がテーマです。言葉の響きやリズムが優先され、文章全体が風雅の形式で構築されています。意味よりも音を楽しむアキラなのです。続く第14章は太陽の牛は山陰が舞台ですが、胎児の成長と英語の歴史をリンクさせています。ラテン語風の古文から始まり、シェイクスピア、ディケンズを経て、最後は現代の俗語で終わる英語という言語そのもののパロディになっているのです。そして最大の難所、第15章はキルケ。舞台は夜の売春宿街。ここは戯曲、シナリオ、形式です。疲れと酔いで現実と幻覚の境界が崩壊します。死んだ母親が亡霊となって現れ、ブルームは性転換して妊娠し、新しいエルサレムの王になります。抑圧された無意識が爆発するフロイト的な悪夢の世界です。この混沌の中でついに2人は出会います。泥酔してトラブルになったスティーブンをブルームが解放するのです。第3部ノストス帰郷。ブルームは若者を連れて自宅へ戻ります。第17章はイタカは科学的な問答形式で書かれています。9、彼らは何をしたか。お湯を沸かした感情を排した冷徹な文体ですが、その奥底には父と子の魂の触れ合いという深い情動が流れています。出版までの道のりはスキャンダルの連続でした。排泄シーンや性的な描写がわいせつであると弾劾されたのです。アメリカでは発禁処分となり、本が焼かれる屈辱も味わいました。しかし1933年、歴史的な判決が下ります。ウールジー判事はこう述べました。この本は吐き気を催させるかもしれないが、性欲をそそる美薬ではない。人間の内面を正直に描くことは罪ではないと認められたのです。文学が検閲に勝利した瞬間でした。物語の最後を締めくくるのは第18章はペネロペイア。ブルームの妻モリーの独白です。夫が寝静まったベッドの中で彼女の意識は地球のように回転します。ここには句読点が一切ありません。8つの巨大な文章の塊が終わることなく続きます。彼女は浮気をしていますが、単なる悪妻ではありません。生命力の化身であり、大地の母のような存在です。夫への不満、過去の恋人、若き日の情熱的な思い出、全てを肯定し包み込みます。小説の最後の言葉は力強い。イエスです。イエス I said yes I will yes。 そうよ、私は言った、そうよと。この肯定こそがジョイスが人間に送った祝福なのです。なぜ6月16日だったのか。実はこの日はジョイスが妻となる女性ノラ・バーナクルと初めてデートをした記念日でした。貧しく国を捨てた彼にとって彼女との愛だけが確かな現実だったのでしょう。個人的な愛の記憶を普遍的な芸術へと昇華させたのです。現代におけるユリシーズ、それは難解な書物というより都市の聖書かもしれません。ジョイスはこう言いました。もしダブリンが滅びても私の本があれば再建できる。通りの名前、店の看板、人々の話し声、匂いまで都市の記憶が永遠に保存されています。毎年6月16日には世界中でブルームズデイが祝われます。人々は当時の衣装を着てブルームと同じ朝食を食べ、同じルートを歩きます。フィクションが現実を侵食し、街全体が劇場になるのです。もしあなたが退屈な日常に飽きているなら、この迷宮に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。そこには人間のすべてがオダクと清性、ユーモアと悲哀がごちゃ混ぜになって詰まっています。理解しようと身構える必要はありません。ただ言葉の音楽に身を任せればいいのです。ユリシーズは問いかけます。あなたの今日はどんな物語でしたか。取るに足らない一日などこの世には存在しないのです。さあページをめくり、人生という名の旅へ出かけましょう。世界で一番長い最高の一日が待っています。イエスと言って